皆様、こんにちは。両替師の越川です。今回、吉田寮裁判報告集会の場をお借りしまして、学問と植民地主義の観点から、現在、京都大学で起きている問題について報告したいと思います。京都大学における問題の一つに、学問による植民地主義的侵略への加担が、未だ反省されずに続いているという問題があります。例えば、京都帝国大学の研究者たちは、優生学や人類学によって、人種主義や植民地主義支配を科学的に正当化しようとし、その過程で日本が植民地主義支配を行った地域における先住民族の墓を暴き、無断で骨を持ち去り、研究標本としています。大学当局は盗掘した遺品を現在も資料として保管し続け、先住民族からの返還要求にも個別の要求には回答しないといい門前払いにしています。遺骨を収集した研究者の一人、企業の検事は、石井四郎をはじめ、門下生を多数日本軍731部隊に送り込みました。京都帝国大学の研究者たちは、細菌戦を研究し、中国人や朝鮮人などの捕虜の人体実験を行いました。731部隊の論文に対して京都大学は学位を授与しています。近年、731部隊による研究が人体実験であった可能性が指摘され、学位取り消しが要求されましたが、京都大学当局は途中で調査を打ち切り、その研究を人体実験ではないと断定しています。これらの研究は単なるおかしな研究者の問題行動ではなく、大学や国の後ろ盾でなされたものに他なりません。これは大学や学問による人権侵害であり、それは今なおも、例えば総括の回避という形で遺骨に返還を拒否することで続いています。私たちはこうした問題について、大学に関わる人間として何かしなければならない、こういう思いで活動しています。さて、吉田寮の数回でこの問題について話すのは、もちろん、この問題について多くの人、とりわけ大学構成員にしてほしいということもありますが、加えて、この問題を通して、吉田寮を含む大学や学問の在り方が問われていると思うからです。その長い歴史において、京都大学は学術的な経緯のもとに、マイノリティの人権を侵害し、さらにはそれを学問の自由を盾にとって正当化してきました。このことを踏まえて、吉田寮や大学がどうあるべきなのかを考えなければならないと思います。吉田寮がただ学生研究者の福利厚生を守るための場所でしかないのならば、それは学問の暴力の源となってきた研究者の権威や特権を強めることでしかないのです。自主とは自らの在り方に責任を持ち、そこにある問題を問い直し、変わっていくことだと思います。実際、吉田寮は学籍を持つ人のための場所にとどまらず、さまざまな場所で場所を開いていく試みを実践してきました。ところが、そうした自治の痛みこそ、今、大学当局が潰そうとしているものに他なりません。現在、京都大学では、帝大創立から125周年を祝賀する事業が盛んに行われています。しかし、その伝統の中で行われてきた学問の暴力に対する反省は、大学構成員である職員、教員、学生の間を含めて、未だなされていません。そして、伝統を唱える同じ口で、京都大学当局は、確約、団体交渉体制をはじめ、歴史的に成立してきた手続きをないがしろにしています。その両方を問う取り組みを、学内の人間として取り組んでいかなければならない、というふうに考えています。続きまして、これまでの取り組みについて、これまでの学生たちの取り組みについて、いくつか報告させていただきます。第一に、私たち学生有志はこれまで研究者に奪われていた先住民族の遺骨の返還や先住権の回復を求めている先住民族当事者の方のお話を聞き、本や映像を見るなどをして、この問題について考える機会を作ったり、あるいは学習会やパネル展示などを通して情報をシェアする活動をしてきました。吉田寮生や寮外生、京都大学の学生の参加を意識して、吉田寮や寮食堂を会場に企画を開催することも多いです。2020年には学内サークル、学問と植民地主義を考える会を立ち上げ、読書会を開いたり、ウェブサイトやツイッターで情報発信を行うなど活動しています。同年の京都大学総長選考では、公開質問状を書き、これを候補者全員に送りました。なお、候補者のうちの港現総長、あるいは村中源理事は一切の回答をしていません。このことは、この人物たちの持つ
問題自体をないものとする態度、そしてその態度を無反省的に表明できる権力性、これらを私たちに実感させるものでした。第2に、京都大学戦争遺跡研究科、失礼しました。第2に、日本各地に残る戦前時代の戦争に関する遺跡、これを平和の遺産として実際に引き継ぐために活動する団体として、京都大学戦争遺跡研究会があります。戦前の天皇制ファシズムに基づいた国家を二度と作らないという強い決意のもと、戦前日本の軍国主義、植民地主義を総括し、平和国家日本を建設するために共同する学生で構成されています。活動内容は、当事者への取材や聞き取り、戦争遺跡の分布調査、京都大学11月祭の企画展示、京都大学構内で歴史を学ぶツアー、京都帝国大学を巡る、そして戦争体験者と語る茶話会、戦中派の声の実施などです。21世紀にわたり20年が過ぎた今、戦中派の多くが軌跡に入ったことで、戦中派の生の声を聞くことのできる機会が減少しています。また戦後日本では731部隊をはじめ戦争犯罪や、植民地占領地における住民への蛮行など、加害の側面に対する、総括が十分になされてはいません。そればかりが、排外主義が蔓延し、日本は憲法改悪による戦争国家への道を突き進んでいます。その風潮の中で大学もまた、過去の戦争協力という事実を忘却、隠蔽し、学の自由というビンナのもとに、戦争研究を推進しようとしています。こうした現状を憂う私たちは、戦争の記憶をさまざまな面から捉え、総体としての戦争を浮き彫りにするような平和学習を推進することで、過ちを二度と繰り返さないという意識を寛容し、主体的に恒久平和を追求する人間を育成することが極めて重要な課題であると考えています。第3に、学問と植民地主義をめぐる問題について広く伝えること、あるいは活動に関わってきた個々人の思いを改めて言語化し、活動を広げていくこと、これを目的に、京都大学の学問と植民地主義、私たちの思いと活動報告という活動報告冊子を今年1月に作成しました。過去6年間の活動をまとめ、それらをついて考えたことや、身の回りにある学問の暴力性や民族差別が行われている出来事について記事を執筆しました。カンパスで配っておりますので、ぜひ読んでみてください。ウェブを通してもお求めいただけます。詳しくは吉田良自治会にお問い合わせください。今後も継続的にこうした乗船媒体を発行していく予定ですから、ぜひお目こぼしくださいませ。最後にお伝えするのは、琉球民族遺骨返還請求訴訟のことです。こちらでは、京都大学を相手取って、琉球民族当事者からなる原告5名が行っている訴訟です。第一審となる京都地裁での裁判については、1月20日水曜日に決審されました。判決は4月の21日木曜日14時30分に発表されます。決審当日における岩間正夫弁護士の発言によれば、決審の日に出された最終準備書面は、この裁判が社会的な裁判であるとともに、社会を変革し、新しい規範を作り出すものであると規定されるものです。本事件における訴訟物である遺骨返還請求権について、それがいかに民法で規定されているかを解釈するとき、このとき、憲法解釈を取ること、そして憲法が誰によって、あるいは誰のために規定されたのか、これを問うことが不可避であります。この報告集会で確認されたことは次のことです。すなわち、憲法は日本国民によって、かつ日本国民のために制定されたものである。そして、その前提において、先住民族が顧みられることはない。こういうことであります。この裁判では、先住民族とは何かという根本問題が問われてきたのであり、実際、準備書面ではそれを意図した議論がなされてきました。この訴訟は端的に遺骨盗掘を行った京都帝国大学、すなわち京都大学の歴史的総括を求めるわけではありません。そうではなく、私たちの個人格を規定する法律や憲法がいかなる搾取の上に成り立っているのか、これを私たち自身に対して問い直しています。ですが他方で、多数派の日本人として規定される人の問題として普遍化するところとは別に、やはり京都大学構成員であることによって引き受けなければならない責任を問うものに他ならない。ところが残念なことに、この裁判の傍聴席に京都大学構成員が座っていることがほとんどなかったことは、京都大学構成員の無関心を象徴しているものに他なりません。現在に至るまで吉田寮に住み、あるいは利用する立場として、
私たちがいかなるリソースを集めることで活動できているのかを問い直していくこと。この一つの契機として、琉球民族遺骨返還請求訴訟は、吉田両元と食堂明け渡し請求訴訟と同様に重要な現場です。この遺骨返還請求訴訟は、すでに第一審の決審が終わってはおりますが、4月21日の木曜日14時30分に京都地裁にて判決が言い渡されます。この問い直しの一環として、そして京都大学に関わる一員として、ぜひご参加いただければというふうに思います。最後になりますが、この事件で訴えられている京都大学当局の人間が法廷に現れていないことは事実であります。しかし、それは当局の説明責任だけの問題ではありません。そうではなく、この事実は京都大学構成員の特権性、すなわち自分の物質的諸条件を顧みず、無関心でいられる、当事者意識など全く持ってなくても住んでいられるという特権性、これの表れなのであります。いかなる諸条件で今ここに私たちが立っていられるのかを問い直すこと。この一つの契機として、この問題に興味を持っていただきたいところであります。以上、ご清聴ありがとうございました。